2021年3月24日、自転車輪行で日本一周。この日のスタート地点である浜松に向かっています。箱根八里は馬でも越すが、越すに越されぬ大井川と謳われた大井川の絶叫を東海道線で渡っています。浜松に到着しました。時刻は10時32分。青春18切符で、普通列車を乗り継いで約5時間ほどで到着しました。JR 浜松駅前です。今日は富士駅まで自転車で行ってみたいと思います。せっかく浜松に来たのにうなぎも餃子も食べないですぐに出発します。では行ってきます。国道1号に出ると東海道の標識がありました。この日は行程の多くをこの東海道を通っていくことになります。東海道らしい松並木が見えてきました。この先もたくさんの場所で松並木を見ることができました。東海道53次27番目の宿場、袋井に差し掛かりました。袋井は東海道53次のちょうど中間ということで、ど真ん中ということを観光のキーワードにしているようです。松並木を抜けると東海道53次ど真ん中東小学校というのがありました。袋井東小学校というのが正式名称のようです。袋井から掛川を抜け、次は佐代の中山を目指します。佐代の中山は箱根峠、鈴鹿峠と並んで東海道の三大難所として知られています。激坂でギブアップしました。ここからは歩いて押して上がりたいと思います。ちなみに今日クリートを新しくしました。これですね。なのでクリートカバーもちゃんと持ってきたので、これをつけて押して上がりたいと思います。ちなみにあんまりこう見るとわかんないですかね。すごい激坂です。この辺りは東海道西坂宿に近く、歌川広重もこのような急な坂道を描いています。急な坂の区間を自転車を押して上がり、再びペダルを漕ぎ出すと一面の茶畑でした。峠の頂上に茶店があるのですが、そこで一服することを目標にペダルを漕ぎ続けます。すごいもの見つけたんですけど、向こうの山の上に茶って何文字って言うんですかね。文字が見えるんですけど、ちょっとこれじゃ見えないですね。これがその茶の文字です。お茶の木ではなくヒノキが植えてあるようです。なんと楽しみにしてた茶店がお休みでした。参った。扇屋っていうんですかね。ここの子育て飴というのが名物です。残念。仕方がないので持ってきたどら焼きをいただきます。これはこれでうまい。西行法師の可否がありました。年たけてまた来ゆべしと思いきや、命なりけり佐代の中山。年をとってまたここを越えると思っていただろうか。いいや、思いはしない。佐代の中山を越えるのは命あってのことだなぁと歌っています。こちらは可否からほど近い真言宗久遠寺です。夜泣き石伝説ゆかりの寺として知られ、境内には夜泣き石があります。大井川橋にやってきました。大井川橋は日本百名橋の一つに数えられ、土木学会
水晶土木遺産に選出されています。1928年に完成し、17連トラスで全長は1026メートルです。こうして5倍速で見ていても、なかなか渡りきりません。大井川の川幅がお分かりいただけると思います。橋がなかった頃の苦労はいたばかりかと思われます。右手に大井川を眺めながら進むと、前方に冒頭で紹介した JR 東海道本線大井川橋梁が見えてきました。列車の中から見ても、下から眺めても美しい鉄橋です。右側が上り線、左側が下り線です。鉄橋にも燃えたのですが、大井川には世界最長の木造歩道橋、蓬莱橋もかかっています。1879年の完成で、全長は 897.422 メートルです。蓬莱橋のたもとに勝海舟の像があります。咸臨丸の船長であった勝海舟は、お茶が世界的商品価値を秘めていることを認識し、この土地で茶畑の開墾を推進した人物です。その茶畑の開墾のために、この蓬莱橋が大きな役割を担いました。またしても試練であります。明治のトンネルに行きたいんですけど、こんな道なんですけど、これはもうどうやっても歩いていくしかないですね。自転車をしていけるのがちょっと心配です。とりあえず自転車を押して坂を登りましたが、とにかく歩きにくいです。靴を履き替えました。旧東海道ということで、風情のある山道でしたが、自転車を押して上がるのは大変でした。それでもこのような綺麗な竹林が印象的でした。明治の道を上がって明治のトンネルに来ました。落石がすごいんですけど、ここが崩れてますね。こちらが明治のトンネルです。重要文化財に指定されています。宇都宮峠、明治のトンネルは1876年に開通し、登録有形文化財に指定されています。完成時は全長223メートル、幅 5.4 メートル、高さ 3.6 メートルでしたが、火災による崩落などもあり、現在は全長203メートル、幅 4.0 メートル、高さは 3.9 メートルとなっています。こちらは宇都宮峠、大正のトンネルです。明治のトンネルのすぐ近くにあります。1930年に完成し、全長は227メートル、幅 7.3 メートル、高さは 4.4 メートルです。先ほどの明治のトンネルに比べると、幅と高さが大きく拡張されていることがわかります。桜満開。菜の花きれい。大正のトンネルから続く坂道を下ると、丸越区に到着します。広重の浮世絵に描かれたとろろ汁が名物で、慶長元年に創業した長寿屋というお店が今でも営業を続けています。静岡市内で静岡鉄道の線路と並行して走りました。静岡鉄道は静岡清水間で JR 東海道本線と競合しているのですが、東海道本線が静岡清水間に途中駅が2つであるのに対し、静岡鉄道の新静岡新清水間には途中駅が13あり、都市間交通の役割を担っています。国道1号沿いを由比に向かって走っています。左手に去田峠が見えています。いやー、見えた、富士山。素晴らしい。
素晴らしい、これは。いや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 。しばし。動画は広角レンズで撮っているので小さく見えましたが、肉眼ではこのように見えました。この日一番の感動です。歌川広重が描いた八田峠と富士もまさにこの構図です。JR 由比駅の前にやってきました。由比桜エビ通りのゲートが見えます。近くの由比漁港で水揚げされる桜エビが有名なのですが、以前来た時はタイミングが悪く食べることができませんでした。そしてこの日も食べることができませんでした。今日はたくさんの川を渡りましたが、最後に富士川を渡ります。富士駅近くの蕎麦居酒屋金時で名物のカツ皿をいただきます。そして念願の桜エビにもありつくことができました。富士駅に到着しました。走行距離は 118.76 キロ、タイムは5時間49分でした。